ちは、袖岡あかねです。今日は朝比奈みくるちゃんのイラストを描いたので、紙を塗った際の説明をしていきます。それでは早速始めていきたいと思います。まず光の当たる場所を青丸で確認しています。今回は光源をイラスト右上に設定しました。その次にざっくりですが影の位置を確認しています。使用ソフトはサイです。先ほど青色だったので影の目印は赤色にしました。あくまで目安なのでどんどん塗っていきます。光の当たる方向を意識しております。おおよそこの辺りかなと。いつもペイントソフトはサイを使っています。この動画は左上に倍速表示がある時以外は等倍速で進んでいきます。なので今は等倍速です。おおよその目安が塗り終えました。早速影も塗っていきましょう。影が見やすくなるように下地の色を変更しています。下地のレイヤーの上に影のレイヤーを作ってクリッピングしています。初めからサイに入っている鉛筆ツールで塗っています。今は3倍速中です。描いた後、消しゴムツールで形を整えています。その作業を繰り返しています。描いてみて変だった時はすぐに取り消ししています。うまくいかないのか同じところばかり描いていますね。最初におおよそで描いた光と影の位置を確認しています。細かいところもどんどん塗っていきます。塗った後ぼかしツールでぼかしたい場所をぼかしています。ここは大きく塗っていますね。ここも描いてからぼかしツールでぼかしています。私個人的にぼかす場所とぼかさない場所の違いなのですが、これは柔らかい光を当てたリップクリームの写真です。この位置とこの位置で影のぼやけ方は異なりますよね。地面から遠いほどぼやけるのですが、一応ぼかすときはそのあたりを意識しています。エアブラシはめったに使いません。基本的
影の色は後で変更します。色が塗りやすい方向があるので、ここは反転して描いています。また目の塗り方などは別の動画でご紹介しようと思っております。よかったらその際もよろしくお願いします。今は5倍速です。少しこちらに移動しますね。同じ要領でどんどん塗っていきます。前髪の影が一旦塗り終わったので色を変更しています。この色も後から変更できるので一旦仮置きみたいな感じです。コントロールキーを押しながらレイヤーをクリックすることでそのレイヤーに塗られている範囲を選択範囲にすることができます。この機能を使って選択範囲内で見影を描いていきます。見影とは先ほどの影より深い影のことです。どこを塗ろうか迷っていますね。おおよそですが、この辺りを強調したいなと思うところに見影を塗っています。ここは範囲が広いのでエアブラシで塗っています。選択範囲内で塗っているので口影からはみ出すことがなく、このやり方は非常に重宝しています。
見影が塗り終わりました。右上にカラーパレットを用意したので、ここから選んでさっき塗った影の色を変更します。これも後で変更できるので、今は大体の色で塗っています。結構色に悩んでるみたいですね。他の色を試してみているみたいです。下地の色を最初の色に戻しました。少しグラデーションが欲しいので、下地の色のレイヤーの上にクリッピングで発光レイヤーを重ねます。発光レイヤーの濃度を薄くして調節しました。顔の横の毛を塗りたいのにレイヤーがどこに行ったかわからなくなっていますね。見つかりました。また見やすいように下地の色を変えています。いちいち下地の色を変えるのは二度手間なのですが、初めはイメージがつかみやすいように最終的になるであろう色で塗っています。顔の横の髪の影を塗っていきます。今度は影の色が赤色になっていますね。色は分かりやすい色だったらその場で適当に決めています。先ほど塗った前髪と同じ要領で塗っていきます。今回こちらツイキャス配信していたのですが Wi-Fi の調子が悪くここで切れてしまいました。なので続きは録画しております。後編の動画でご紹介させていただきます。後編では後ろの髪とハイライトの入れ方を説明します。いつもより長い動画でしたがここまで見てくださってありがとうございました。